皆さんこんにちは、柴崎です。お元気に過ごしてますか？柴崎も元気にやってます。今回は、鉛筆一本で描くね、誰でも参加できる、コーナーの始まりです。お話ししたように鉛筆一本です。はい。ね、これだったらどなたでも、できると思いますね。そして、消しゴム、あと、柔らかな紙ですね。少しやればいいですからね。この3つ、ね、ご用意してください。今回描くのはね、前回に引き続いて、少しね、デッサン風なお勉強です。ね、やっぱりこう基本的な形が描けるっていうのは、少しねこう絵の力をちょっと伸ばしてみたいなという方にはねとても役立つと思うんですね。またあまり今まで絵を描いた経験ない方も物はそうやって見るんだとかね、いろいろなことがね理解につながると思いますので、ぜひ一緒にね参加してください。何を描くかは今モチーフをねお見せします。はい、ではやってみましょうね。はい、今日はね鉛筆一本でこの水差しを描きますね。面白いでしょ。ここに筆を入れてみようかな。やっぱりこっちの向きの方がいいかなね。じゃあこれで描きます。さて、まず基本形ですね。まず中心線を引きましょう。これはいつものやり方ですね。そして下と上の位置を決めます。さあできてますか？そうしたら左右の線を引いてみましょうね。これが対称になるようにします。そうしたらそこの面を描きますよ。手をこう振るようにして振り子のようにですね。でそのままぐるっと楕円を描きますね。このように勢いで描きましょうね。さあぐるぐるっとね、こんな少し歪んでてもいいですよ。大丈夫です。上の方の楕円は少し平たく見えます。高さと幅も確認しましょうね。ぐるぐるぐる、右に回したり左に回したりしましょう。だんだんできてきます。はい。そしてこれから左右の水差しの線でしたね。さあ基本形が見えましたよ。ここまで皆さん描いてますかね。この時私は手を浮かして描いてますね。はい。では今から水差しのこのね口の部分を描きます。左右対称に広げてからまたここに楕円を意識してね、こんな感じかなってね、向こう側の楕円もねなんとなく意識しながらこう描いてきます。これねちょっと難しいところかわかんないんだけども、この水差しを描く上では大切な構造部分ですね。こんな感じね。イメージしましょうね。さあ、いいかな。手を浮かして大きく描きましょう。ここの水差しね、口の部分が斜めになっていますので、斜めの楕円を描くつもりでここは表現します。こんな感じです。よいしょ。ねえ。一本の線で綺麗に描かなくていいんですね。たくさん線を使ってみましょう。
デッサンはね、失敗を恐れずにね、大きく描くことが大切ですね。さあね、注ぎ口のとこ、こんな感じですね。はい、どうでしょうか。では今度はね、取っ手を描きましょうね。取っ手の位置関係をまず確認します。上と下、ここら辺とこれについてんだね、こんな風に。さあここもとりあえず描きましょうね。とりあえず描いてみないとわからないから、まず位置関係だけ確認したらね、どんな風にグッと曲がって見えるのか描いてみましょう。こうかな。こんな風に見える感じするな。もうちょっと下かな。このくらいかな。そしてこうなってと、ここの位置のところにね、この取っ手が来ればいいんですから、こうやってここね、上と下の取っ手のね、ついたところをしっかり確認しないと、こうひねれたようになってしまいますのでね、ちょっと注意が必要です。いいかな。よし。では今度はいらない線をね、大きく消してしまいます。でも綺麗に消さなくていいですよ。はい。大体ね。ここら辺はね、結構細かい部分ですので、いらない線はみんな整理してしまいましょうね。ね、この楕円もこれは見えないので消してしまいます。これは日が当たってる明るいところですから、みんな消しちゃいましょうね。このくらいかな。さあ皆さんもここまでついてきてる人いるかな。学生さんなんかはね、学校でデッサンの勉強やるでしょ。ね、ぜひこれ練習してみてくださいね。さあ、では今からこの中にね、筆を入れますね。筆は実際は頭の部分しか見えてないけども、このようにね、レントゲンでね、中を覗いたような感じに描きます。筆が実際はどこまで入ってるかを確認します。そうしないとね、この頭の部分がうまく描けないんですね。これは透視図法というんですね。こういうやり方はとても大切ですね。さあ、これで筆が描けたようですよ。はい。ではね、陰影をつけましょうね。影と日向です。ね、スッ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 とね、こんな伸び伸びした線でね、日向と日陰を描いていきます。だんだん筆圧を軽くします。そうするとだんだん日向の方の表現になってきます。こうですね。はい。またね、日陰の方に向かってね、描いていかなきゃいけないんですね。これですよ。グッ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 、スッ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 ね、強い筆圧で日陰の暗さを表現します。グッ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 とね、筆圧を強めます。はい。だんだんね、円筒形ね、丸い感じに見えるでしょう。どうでしょうか。ここは日陰ですよね、全体に。ですので筆圧を強くしてこうやって暗く塗ります。ね、線を重ねて、暗くですね。ここは斜面でなってますね。斜面の方向に合わせるようなタッチでこう描いていきます。
ここちょっと暗いんですね。だんだんこっち明るくなっています。ね、斜面と日向日陰です。ここの水差しのこれ内側です。ここはね、本当に日陰だから、ここはもうぐーっと塗っちゃいましょうね。このくらいですね。一本の鉛筆でも筆圧を変えることによって明るいところと暗いところを表現することができますね。さあ、ね、円筒形の内側が見えましたね。これが水差しの口の手前になります。はっきり書き起こしましょう。筆の部分ですね。ではね、全体にちょっと調子がねつきましたので、ここでね、いつもの紙ですね。これで、少し調子をねソフトに落ち着かせますね。この部分です。こすりますよ。軽くですね。軽くこすってね、ほらいい感じになりました。日向の方はこすらなくていいですからね。ここもちょっとです。こんな感じかな。こうですね。そしてここは日陰ですね。ここはしっかりこすっちゃいましょう。ゴシゴシとね。はい。調子がしっかり紙につきましたね。どうですか？できてますか？はい。そうしたら、今、こすってちょっと明るくなりましたので、もう一度鉛筆でここに暗い色を塗っていきます。筆圧を強めてゴシゴシスッスッ、ゴシゴシスッスッですね。ゴシゴシスッスッ。だんだん明るくですよ。グラデーションです。ねえ、綺麗な丸みになってきたでしょ。だんだん日陰の方が筆圧が強くです。ゴシゴシスッスッとですね。ね、ここは日陰のね面でしたね。もう一回、ここもね、筆に鉛筆に圧力をかけて暗く塗ります。内側もそうですね。ここは暗いんでした。本当に鉛筆一本ですからね、明暗の勉強にとても役立ちます。ね、このちょっと斜面と丸い感じを表してですね、日陰は思いっきり暗くです。ではポットがね、だいたいかけてきましたよ。そこでね、このポットがね、白く見えるように今度は背景を工夫しましょう。ポット、水差しですね。水差しが白いということは背景を暗く塗るということですね。はい。では思い切ってこうやってね、また筆圧を強くして、ね、背景をゴシ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 塗っていきます。もう遠慮なくですね。強い筆圧でこう暗く塗りましょう。そうすると水差しが明るくね浮かび上がってくると思います。さあ、ここまたね紙でこすってこのようにね
明暗を紙にしっかりとくっつけてあげます。はい。もう一回ですね。ゴシ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 。少しね、この辺、照明の具合で光ってね、あまり暗く見えないと思いますでしょう。見えないと思いますけども、実際は、ね、かなり暗くなっています。今、ここはね、床の部分として描いていますよ。こうです。ここも軽くね、こうこすります。水差しの下の、ね、床についたところの楕円をもう一度思い起こして描いてあげましょうね。さあ、また明るくなってしまったここの背景、暗くですね。もう本当に筆圧、鉛筆の圧力を強めて、ゴシ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 、もうこれでもかってね、塗ります。ゴシ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 。ね。こうやってみると、やっぱり絵というのは明るい暗いということが本当に大事なんですね。さあ、ね、印刷が浮かび上がってきましたよ。ではここですね。ここは金属の質感です。これはぐっとね、暗いところとピカッと明るいところが隣り合ったように描きます。そうするとね、金属の質感になるんですね。だから筆圧をぐっと強くしたところと紙の白がそのまま残っているところ、両方が必要ですね。それを隣り合わせるようにして描きます。ここはただ塗るだけですね。はい。ね、これ内側ですね。さあ、どうでしょうか。ここまで一緒に描いてる人いるかな。ね、若い人は学校のお勉強のね、続きだと思って力試しがね、あれは力を伸ばすためにもぜひ挑戦してみてくださいね。デッサンがうまいねって言われるようになると思います。はい、今度はこの水差しを作っているこの金属の板の厚みを描きます。こうですね。こんなところ大事ですね。さあ、どうでしょうか。だいぶね、この口周りが感じが出たと思いますので、今度は取っ手の部分に取り掛かりましょうね。取っ手にもここね、厚みがあるんですね。まずこの厚みから出発しましょう。そして、ここね、内側の日陰の面です。暗くですね。こうです。ね、この形ちょっと確認しながら丁寧に描いていきます。ね、この辺ですね。この辺にこう本体についてるわけですね。それがぼんやり見えるようにしましょう。そしてこの取っ手がこっちに手前の方にぐっとね曲がってくるんですね。もうちょっと幅広いかな。少し修正します。こうなってね。そして厚みを持たせて。
この取っ手が一番手前にこうね飛び出ている部分ですから、ここが一番ねしっかり書く必要があるんですね。そうするとこの水差し全体の空間感が表現できますよ。さあ、ここは徐々に日陰に入って暗くなるんですよね。こうやって徐々に暗くなっていきます。こうですね。さあ、こうして丸みを描いてみましょう。そしてここら辺からぐーっと暗くなりますね。ここら辺が一番暗いでしょうか。さあ、ねえ、この取っ手のとこね、丸く見えてきたら成功ですよ。またね、この取っ手のね、また厚みを描いていきます。こうですね。本当にこういう時消しゴムが役立ちますね。しっかりと書き起こします。この部分が一番手前に飛び出るようにね、書いてみましょう。ここはね、金属をこう折り曲げたようになってるんですね、よく見ると。だからこの厚みもね、何かこう盛り上がったように見えてます。ここの部分も同じですね。そういう特徴もね、ちょっとこう見逃さずに描くと面白いと思いますね。こんなにね、金属を折り曲げて、余計にここになんか厚みがあるんですね。はい、こんな感じですよ。そしてだんだん水差しの本体へと向かってくっつきます。さあ、先に位置をちょっと確認してそこまで持っていきましょう。ね、これが一番暗いんですね。で、この位置ですね。さあ、位置を確認してここまで持ってくればいいんですね。ここまで確認しましょうね。この方向も大切ですね。楕円と向きをちゃんと考えて方向を決めます。ここまでこうやってなってるね。また厚みをちゃんと加えてあげましょう。ね、この取っ手のあたりの構造、本当にここをうまく描くとね、本当にいかにもそこにねあって、取っ手が手前に飛び出るように空間が見えてきますよ。さあ、どうでしょう。そしたらまたね、この厚みですね。よし、このように表現します。こうですね。このくらいですね、幅をね。はい、そこを軽く塗ります。こうかな。これもほらね、金属を折り返した部分の厚みをちゃんと意識して少し描くといいですね。はい、取っ手がくっつきましたよ。この辺もね、反射の明るさがぼーっと明るくですよ。反射の明るさを描くと空間がね、余計強く見えます。そしてね、よく見るとここにね、この水差しを作った時の金属のね、合わせ目があるんですね。そんなのも
ちょっと描いちゃおうかな。ね。多分、長い板をね、丸く曲げて、ここで合わせてあるんですね。その合わせ目の厚みです。いいでしょ？こんなのをちょっと描くと。こうですね。はい。こっちもう一回ね、日向の方きれいにしてみましょうね。本当に紙の白さ、そして鉛筆の黒さですね。この対比で描きます。これもね、この厚みですね。さあどうだろう。皆さんいかがですか？できてるかな？ね、これにちょっと整理して。上のこう光当たってるのでね、思いっきり明るくです。うん、そうね。こうですよね。だいぶね、取っ手がぐっと手前に見えた感じがします。これは反射でぼーっとしてますね。ね、ちょっとここでお勉強して学校でね、若い方はね、絵を描くとなんか急に上手くなったねって言われるかもわかりませんよ。さて、随分できてきましたよ。さて、今度はね、床を描いてみましょうね。これがそうです。タッチを斜めに揃えて、これもね、のびのびと引きましょう。線がちゃんと見えるようにですね。ぐっ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 と引いていきます。影ですね。楕円の位置を確認して影を描きます。こうですね。さあ、筆圧を強くして線の密度をね、多めにしてぐっぐっとここも塗ってしまいます。さあ、影が見えてきました。そしてまた床を描きます。床よりも影の方が線の密度が多いですね。しかも暗く見えると思います。さあ、またね、この水差しのね、この厚みをちょっと描きましょうね。金属をこう折り曲げてありますので、ちょっと厚みができてます。ね、一番最初に描いた楕円を忘れないようにしながらこれを描くということですね。こうやって金属を折り曲げてあるんですよね。面白いですね。そしてね、これはこの水差しが床に映った感じを今描いてます。こうですね。だから床というのは、いろいろの床あるでしょうけども、床にね、そのモチーフが映っている。それから床にそのモチーフの影が落ちている。この2種類をね、ちょっと観察してみるといいと思いますね。今は影を描いてますよ。ね、強いタッチの鉛筆、これを重ねます。どうでしょうか？
またちょっとソフトにしましょうね。日陰はソフトにでしたね。さあ、一回消してこうやってね、ソフトにします。そしたら、ね、これで調子が落ち着きましたので、一回ね、こんな、ね、もう、金属のね、折り曲げた部分なんかを書き起こして、ここ反射ですから少しまた、ね、こうやって消して明るくしてあげてもいいですね。ぼーっと明るく見えてます。こうやってデッサンというのは、ねえ、ゆっくり観察しながら、大きいものを大きい筆使い、筆の動きで捉えて、それを明暗で表現するということですよね。観察力と表現力がとってもね、養われます。身近ならどんなもんでもいいですから、ぜひね、描いてみてくださいね。さあ、また影を描き起こしてますよ。床を描いてます。ね、だいぶこう本物らしいっていうか実在感出てきたでしょ。では筆先をね、ちょっとこう描いておきましょうね。ここはバサバサっとしたね、毛の部分ですから、鉛筆のタッチを残しましょうね。こんな雰囲気ですね。はい。そしたらここね、このね、筆の影がここに落っこってるんですね。それを見逃さずに描きましょう。さあ、どうでしょうか。何か白い水差しがね、空間に見えるでしょう。はい、こうやってね、日向の調子をもう一回作って、いいかな。ちょっと影強くしようかな。こうだね。私もなかなか普段鉛筆によるデッサンってのはもうしないんですけども、でもこの動画を作るという目的でおかげさまでね、一緒にお勉強してます。はい。でもこちらもね、こうやってこれをこっちに持ってきて空間ですね、少し汚しましょうね。そうするとポットがね、一層白く見えてきます。ギュッギュッギュッとこうね、ちょっと汚してあげます。いいですね。さあ、どうでしょうか。ね、これ雰囲気見えればいいですね。これ映ったところですね。またここら辺も一回ね、ちょっと練りゴムなんかでちょっとこの光を描き起こしてあげようかな。こんな感じですね。はい。ね、床の処理ってのはとても大事ですね。そこに物がありますよっていう感じのために床をしっかり描きます。ね、最初の楕円を忘れないようにして描いていきます。いいかな。もうちょっとこれ書き起こしてちょっと明るくしようかな。ね、もう本当に全体できてきましたので、少しずつ微調整して終わりですね。
き上がりです。はい、出来上がりました。どうでしたか？やってみて。この楕円ってね、意外と書いてみると難しいかもわかんないんですね。でもこれはもう練習一つです。もう、そうですね。柴崎も長くね、絵を描かないと、やっぱりなんか下手になっちゃうんですよね。やっぱり、運動と同じで、やっぱりこの繰り返し練習することが、特にこういう基本的なね、直線とか楕円とかね、そういうものはね、本当に練習が大切です。ね。ぜひ、今回の勉強ね、きっかけに、そんなことをね、頭に置きながら、特にお若い方なんかはね、勉強したらいいかなと思います。はい。最後までね、見てくれて本当にありがとう。またね、すぐにお会いしましょう。チャンネル登録もね、よかったらぜひお願いします。はい。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。